じゃあ失礼します。古谷正樹と申します。一般社団法人の、ワハーブ協会っていうのとか、それからいろいろ協会を3つか4つ持ってまして、例えば身体活動のルーシー・ダットの協会、それから今言ったワハーブ協会、それからお風呂の正しい入り方っていう日本入浴協会とかですね。あとはその予防医学とかダイエット検定をやっている日本ダイエット健康協会っていうようないろんな協会とか、検定とか資格ビジネスを仕掛けてですね、それによって一般の方がそれを通じて学んでもらって、で気づいてもらうっていうのが、そういう形でやらせてもらってます。医学博士はですね、スリランカにある、一応、国連が関係している国際保健医療大学といいまして、保健医療っていうのがいわゆる皆さんが考えている医療、近代医療以外の鍼灸、マッサージ、それからハーブとか、運動療法全て含んだ体にいいことを保健代替医療って言うんですけど、そこのスリランカの大学なんですが、そこにですね、和訳っていうか日本の薬草やそういう民族史の論文を出しまして、そこで論文博士として伝統医学の専門で医学博士をいただいてますね。はい。自分の考えとしては、やはり心身の健康が一番大切で、人にとってで心身の健康があれば何でもやり直し効くし、お金とか名誉があってもね、そこを健康が乱れてるとまずいので、そこを失わないようなで、結構世の中結構いろいろと事情がありますので、本質的な本当のことを皆さんにお伝えしていく。ワハーブっていう言葉を私が作ったんですけど、日本のハーブで、ただハーブっていうとどうしても香りが強いとか薬草とかそういうイメージが強いと思うんですけど、この場合は人の生活の中で有用するハーブ、植物ですね。ですからなんていうのかな、ワハーブっていうと皆さんシソとかそれから三つ葉とかいうのを最初、それもワハーブなんですが、有用植物ですから、例えば稲もワハーブなんですね。稲は主食としてのワハーブと同時に、茎や葉っぱは、シーズンオフになると今度藁といいましてね、紐材とか繊維材として使ったり、それから種子のぬかという部分は石鹸として使う。だから石鹸のワハーブとか繊維のワハーブって言い方するんですけど、そのような有用な植物を、全部含めてワハーブと呼ばせてもらってます。私が最初に、ルーシー・ダットンというタイから運動療法を持ってきて、で予防医学とかその代替医療としてルーシー・ダットンを広めて、そうやってる中で、ルーシー・ダットンは運動療法だったりで、次やったダイエット検定は近代医療に近い科学の理論だったりする中で、今度日本の伝統医療の一環として沖縄の方から、沖縄って薬草の島なんですよね。でおじいおばあの薬草の知恵がすごいんだけど、それが、なんかちょっと消えかかっているっていうところで、沖縄の方からちょっとプロデュースっていうかですね、文化のプロデュースってちょっとおかしいんですけど、沖縄の薬草をなんか残す仕掛けができないかという相談を受けまして、私自身はちょっとその頃よもぎすら分かんなかったど素人だったんですけど、そこにまず琉球ハーブという名前を付けて、で沖縄だけでやるのはもったいないなと思ったんで、ちょっと調査したところ、日本にもいわゆる、薬草文化、ハーブ文化があるってことが分かったんで、ワハーブというジャンルをですね、作りましてですね、で、最初は本当によもぎも分かんなかったんですけど、プロデューサーとして日本の足元にあるそのすごい宝のような資源、植物を何かもう一回復活させるというか、植物文化を復活させたいという、そういう思いで始めました。はい。それはいつぐらいの話なんですか？2007年ぐらいに沖縄から話が来て、2年ぐらいかけてちょっと準備して2009年にスタートしましたね。はい。
結構私としてはなんていうんですかね、まず始めてみて、でいい意味でなんだろう、ワハーブ協会も自分は全く分かってないんだけど作って、専門家を入れて大学教授さんとか植物の専門家を集めましてね、でそれでスタートしていくんですけど、やってるうちに、自分も、表に出なきゃいけないということで勉強を始めるんですけど、この植物っていうのは本質、この世の中においてこれは本質であって、植物っていうのは光合成で、ブドウ糖って作って、それからタンパク質で油を作るっていうシステムを持ってるんですけど、なんていうのかな、世の中でこのブドウ糖とか油とかタンパク質のことを有機化合物って言ってね、難しいことを有機化合物って言うんですが、これ作り出せるのが植物しかいないんですよね。だから植物が全滅しちゃうと人間動物も生きていけないっていうところから始まり、だから日本人が生活素材ほとんど植物でやってきた、石油化学の前がですね、そこにたどり着いた時にこれはやばいものを手つけちゃったっていうところで、ガーッとはまっていったというか、でなんか伝えなきゃいけないっていう薬草健康から入ったんですけど、先ほども言ったように、例えばさっきの繊維の素材とか色の素材も全部植物であると。で後ほどあるかもしれない、私もともと石油の会社にいたもんで、今現代社会って身の回りのものはほとんど石油で作られている、石油で動いてるっていうところが、これがわずか60年しか経っていない。でその100年前は皆さん森とかね、野原から取ってきた植物で、全てのものを賄ってたっていうところに気づくと、これはもう健康もそうなんですけど、健康ではなくてその人間の生き方の歴史っていうか、日本人の生き方の歴史がこう自然と入ってくるというか、ワハーブを勉強してると。でそこに、いろんな気づきがあって、で今グローバリズムで世界が同一化ね、欧米っていうかね、そういう同じような感じになる中での日本人のアイデンティティとか、なんだろうな、この生き方強さっていうのがワハーブの中にから見出されるっていうところですね。でそれはもう本当にこれは日本っていう単位で絶対伝えなきゃいけないと思いました。はいはい。ということが、例えばハーブに対して和をつけて、ワハーブってことにこだわってる側面もあるわけですよね。そうですね、有用植物協会ってやっても、誰も人来ないし、でワハーブっていうまずはキャッチーな、日本の命を支えてきた植物たちに少し可愛い名前というかね、キャッチーな名前をつけてあげることで幅広い層がまず入り口ができる。でそこに入ってきた人たちに対してその感性に訴えかけるようなその見せ方仕掛け方をしているので、そういう方が多いです、ワハーブ協会は。はい。実際そのワハーブ協会ってなると、どんな活動をされてきたんですか？そうですね、もうちょっとうちの得意技というかパターンとしては、まず検定っていうのを作ります。数千円で教科書を買って学ぶだけで受けられるようなその検定を作る。で入りやすい、それでちょっと面白そうだなって勉強してもらって、でその検定からさらに学びたい人はちょっと分野別の、例えばちょっと日本のって言いながらカタカナですいませんけど、ワハーブフィールドマスターとかですね、これフィールドですから、山の植物を全部見分けられてどういうふうに使えるかを見分けられる資格、フィールドマスターとか、それからいろんな文章とか書けるインストラクターとかいろんな上位資格を作る。でそれで来てもらって我々の考え方とかその植物のことをちょっとお伝えしてですね、それで仲間をいっぱい増やしていくと。そうするとなんか本当に事業やってる方とか農家さんとかもういろんな方が共感してもらって、でそこからまたワハーブ協会って面白いことやってるってことで、例えば行政につないで、地方の行政につないでもらって、で補助金を使って地域のその民族文化を引き出して、それを地域の宝物として売りにしたりとか、そのプロデュースをやったり、食だとレストランのプロデュースをしたり、
あとはワハーブロードって言って山道を何の変哲もない山道をこう看板立ててワハーブロードということで仕掛けてそのプロデュースしたり、本当にちょっといろんな広がりができちゃいました。はい、大変です。はい。キッカさんのワハーブ協会って、いわゆる会員というか、どれぐらいの今規模感なんですか？有料の会員さんはそうだな、何人ぐらいかな。資格者を中心にして500人とかだと思うんですけどね。であと結構大きい会社さんがその法人事業会員になってくれた、50社かそんぐらい、もう誰でも知ってるような企業さんが何個か。はい。ってことはじゃあ、ある意味その運営っていうか、上手になさってるわけですね。残念ながら経済社会なんでちゃんとね人件費と家賃代はしっかり稼がないといけないんで、そこは堂々とやらせてもらいながら、あまり高くない金額で、やっぱり広めるってことが我々のミッションですから、お金優先のやり方はしてないですね。ちょっとギリギリです。はい。で、実際いろいろ古谷さんのやつとかを YouTube とかで見ると、例えば銀座を歩いてたり、モンゴル歩いたり、いろんな現場に行ったりして、はい。で、なんか植物を感じるって活動されてるかと思うし、はい。そこにマインドセットっていうか、人がそこに気づかなければ、結局気づかないじゃないですか。だけど、意識すると見えてくる世界が様あると思っていて、古谷さんがその今、みんなに伝えたいことっていうのは、どんなことになってくるんですかね？今の世の中でやっぱり今気づきって言葉ですけど、僕は一番大事にしてる言葉が、気づきと本質なんですよね。で、さっきも申しましたように最初は極端な話少しビジネスで始めるんですけど、このワハーブは本質っていうことにまず気づいてほしいんですけど、そうですね、今の世の中っていうのが特に都会の皆さんですよね。デジタル化でなんていうのかな、だからアスファルトとかコンクリートに囲まれてですね、それで生き物としての実感が多分ないっていうか、で、チンパンジーと 99.8% 遺伝子一緒っていうのはなかなか怪しいとこあるんですけど、人っていうのはね、ホモ・サピエンスはやっぱり動物なんですよね。だから、野生動物であった時代が野生動物あるいは近い時代があったはずなので、なんていうのかな、そこに本能の力というかね、本能力とかやっぱりコンピューターとかそういうものよりはるかにすごいものを人間持ってますので、そこをですねちょっと一回ですねもう立ち返って本能力野生力っていうか、これすごく大事だと思ってます。行けば分かりますよ。行って一つおすすめは3月とか4月にですね落葉樹の世界ですけど新芽が芽吹く季節があって、その時に、森の中入ってもらうと本当に芽が吹いていて、で例えば下に落ちてるどんぐりからですね茎っていうか新芽が出て土に潜り込んでいくわけですね。でそういうのを見たりするとなんていうのかな、これ全部生命体で本当にその一部人間がその一部であって、で森に行くとね建造物がいっぱいあるわけですよ。木っていうですねものすごい量の資源量があるんですけど、あれ彼ら二酸化炭素と水だけからほぼ一からあれ作ってるっていうことに気づく。で我々人間は光合成できませんので、その植物が作ってくれた有機物をいただくだけの、消費者っていうんですけど、そういうような立場の、存在の生物っていうことに気づいた時に、で例えばよくやりますけどね、木にこうやって耳を当てたりとか、それから葉っぱをちぎって嗅いだりするってことを繰り返してると本能が目覚めます。それはねやってもらうと分かるんです。
さらに言えば、うんその食生活としてでも、うんそのさっき言ったうん野草のようなものというか、うん食すってことが、またその新たなそれに気づくみたいな、そんなことも含めてハーブを学び、それを摂取してみるみたいなことにもやっぱり意味はあるんですかね。めちゃくちゃありますね。いやもう今はだから、僕勝手にフードホラリストって名前つけてるんですけどね、変に食を意識させて、あれが危ないこれがいいって言って煽る人たちがいっぱいいて、それはいろんな裏があってね、商売だったり政治的なものがあったりするんですけど、なんだろう、例えばこれは農薬 OK って言ったわけですね。例えば有機野菜無農薬野菜が体にいい体にいいって言うんですけど、森行って山菜かじったらそれは本来は植物は毒をいっぱい持っていて、で昔このおひたし生野菜の文化ってないんですよね、日本には。なんでかって言ったらそれ毒だらけですね。でギュッと絞って食べるっていうこと、アクを出すんですけど、なんだろうな、そういう世の中のいろんな思惑があるその健康情報とか食の情報とかにみんな結構敏感っていう言う人ほど振り回される、そういうのもおっしゃるように葉っぱかじればあやばいって言って感謝が出ますよね。そうするとね、今の食に対して、いろんな気づきがあると思います。はい、特に都会の中に生きてネット毎日見てテレビ見て YouTube 見てっていう情報がその人の行動を決めちゃうわけだけど、もうとにかく情報に完全に支配されてるのが今の人たちで、もうそれって脳の中だけの世界だし、本当に全部遮断してもいいぐらいと思うんですよね。だからそこでなんだろう、今こう一回情報にもう支配されたところを自然の中に行ってやるとリセットされて、本質に気づけるというか、そういう世の中になっちゃってるんで、はい。そんな古谷さんが大切にしている習慣とか、こんなことを、日常の中に取り入れられてる、その自然を意識するようなことって何かありますか？そうですね。あえてちょっと離れてるかもしれないですけど、やっぱり体を動かすことかなと思ったんです。はい。やっぱりこう情報とかあと感情でぐちゃぐちゃになっちゃう人が多いんだけど、それはほぼ無駄で、なんかちょっとね、例えば気分がこうなるのは人間の当たり前の話なんだけど、ちょっと外早歩きで20分ぐらい歩いたら変わるんですよね、気分って。それは血流が上がって、医学的に言うとですよ、あえて医学的にヘリクスで言うと血流が上がって、ホルモンとかそういうものが出てきて自律神経っていうんですけどね、自律神経がスイッチが変わって、それによって脳の中のあれもパンと変わるんですよね。でだからなんだろうな、もうとにかく筋肉を使って汗をかいて、それからどんどん行動するっていうのかな、そういうことで、もういろんなことがおのずと分かるというか、だからあとはもうなるようにしかならないんで世の中っていうのは。そう、ハーブと言いながら、実は伝えたいことはなかなか結構当たり前のことなのに気づかなくなっちゃってることを、そうそうそう騙したいみたいな感じにちょっと聞こえますね。そうですそうですそうです。プライベートの旅行は今全部いやらしい言い方だとみんなお金出してもらって仕事で行くハーブで地域創生で、もう自治体さんもいろいろ会員になってもらってるんで、特にがっつりやってる鹿児島県とか福井県とかすごいもう親戚みたいなのがいっぱいいる、いっぱい親戚みたいな方がいっぱいいるところあるので、もう全国北海道から沖縄まで行かせてもらって、で田舎って言ったら失礼ですけどね、本当に自然の中で暮らしていて、で5060超えてくる人はもうそんな私が言わなくても本質的に気づいてる方ってやっぱりいっぱいいます。そういうのを伝えたいし、若い方たちも
接してほしいです。じゃあ、ママ的な今のブリアさんの活動って、地方創生には結構つながり深いです。ああ、もうはいはい。すごく。そこには日本のある意味違った意味での新しい可能性みたいなのをやっぱ感じられます。ああ、もう完全にあります。全然違います、ね。どんなことを具体的に感じられます？まあ、地域で生きてる人たちっていうのはね、やっぱり申しましたように自然に近いですし、あとは狭いので悪い部分もあるんですけど、やっぱり昔の日本人の礼儀とか気遣いができてる人多いですよね、若い方でも。だからなんていうのかな、どうもねすっとあんまりあれなんですけど、東京とかやっぱりこのマンモスの中で生きてるといっぱい人がいすぎちゃって、でいろんな意味でそういうのが失われてこうなっていくんですけど、地方に行くとやっぱ目があるんでね、人のいい意味で他人の目があったり、それから直結しやすいんですよね。それこそもう首長さん市長さんとかと一般の方が一緒に飲んだり、普通に近い関係だったり、まあそれ行政ですけど、地域のとんがってる人と若い人が直接つながったり話す機会はもう圧倒的に多かったり、それからもうさっきも言ったように狭い中なので礼儀や義理っていうのをやらないとすぐ罰がついちゃったりするんで、そういう意味ではねはるかに地方の方が日本のいいところ、日本っていうか人としての大事なところがまだ全然残ってると思います。はい。考えたら、今はまあなんか簡単に都会するっていうのが簡単に言えない時代ですけど、やっぱり二拠点とか、あるいはどっかになんか暮らしてみるみたいなのは割とおすすめですね。おすすめですね。やっぱちゃんと、ただその代わりちゃんとマインドセットしてね、行かないとダメですね。余計潰れちゃったりする可能性あるんですけど。どのマインドセットが大事ですか？やっぱり地域の人とお世話になってるっていう気持ちとかですね、なんていうのかな、向こうの習慣とかがあったりするので、ちゃんとそこに合わせるとか、やっぱりその地域に行ったら地域の役に立つとか、当たり前なんですけどね。だからそれで失敗することもあるので、はい。まあ無理してね、そんな大変そうだったら、まあおっしゃったように2拠点生活とかでもいいし、仕事で関わるのもいいと思うし、なんていうかな、9割田舎なんだよね日本って。もっとかもしれない、土地がね。今のいわゆる東京一極集中にやっぱ救いがないっていうか、思われます？思います。はい。このままじゃまずいから今みたいな活動もされてる。そうですね。日本人ってこのあれです、あんまり言っちゃあれですけど、日本の歴史っていうのがあってですね、日本人って世界ではかなり優秀というか、まあ、島国っていうのがあったんで、まあこれだけ言っときますと、第二次世界大戦前まで欧米の植民地的な支配を受けなかったのは日本とタイランドだけなんですよね。この2カ国しかないっていうことにどうしてそうだったのかとか、なんていうのかな、本当にアジアの救世主でアジアのリーダーだったんですね。いろんな面ありますけど、なんでそういう民族だったのか、でそういうようなことがね実現できたのかっていうのを、なんていうのかな、別にね右とかそういうことじゃなくて、これは真実なんで、それを気づく、それをちゃんと勉強してもらって、でそしてそれがそのバックには日本の、今まで生きてきた精神的なですね、歴史とか民族文化っていうのかな、生活の歴史とかそういうのが地方にはまだ残ってたりしますし、あとやっぱり長老っていうかね古老の人と話したりすることを本当にしてほしいなと思いますね。ですね。結局、古谷さんの話聞くと、まあ、ハーブはもちろん入り口で大事なんですけど、もっとなんか大きなライフスタイルとか、ものの考え方とか、あるいは日本も今まで江戸時代とかやっぱすごい文化を持っていたとか、ちゃんと再認識せよみたいなとこ結構大きいんですか？めちゃくちゃ大きいですね。昔が全部いいっていうのは全く言いません。昔は昔のまた矛盾点があって、だから人ってどういうふうに生きてきて、で本質的にはどうで、じゃあもし若い方たちが昔の人や今の人に憧れる時に、今の流れてる情報とか
教育とかが全部合ってるとは限らなくて、むしろ押さえつけに来てるわけですね。だからなんていうのかな、若い人たちがとか若い人たちに限らないですけど、幸せに生きるってことはやっぱりアイデンティティというかですね、自分が本当に、世の中や人の役に立って、日本のために役に立って、それで本当の意味で称賛というかね、尊敬されたりするっていうことに気づいてほしい。だからなんていうのかな、ここに今の日本の特に都会の人は情報で押さえつけられているこのギューッとなってるところが飛び出してほしくて、その一つが自然だったりですね、日本の自然だったり、今まで日本を作ってきた人たちと話したり関わり合うことかなと思ってますよね。はい。